はい、皆さんこんにちは。かんきちスタジオの北原かんきちです。今日はですね、丹田をテーマにですね、ちょっと徹底的にね、深掘りしていきたいかなと思っております。この丹田のね、知識の全貌もさることながら、その実践方法やね、得得方法みたいなこともね、トータルでね、お話ししたいと思うんですよね。やっぱりね、この丹田ってですね、多くの人がね、この武術や気功の世界ではですね、本当に一番ベースとなるものであると同時に、奥義とも言えるものなんですけども、それがゆえにね、なかなかその全貌を理解するのは難しかったり、その感覚としてね捉えることは難しい、あるいはそれで実際に使うことはさらに難しいといったね、そんな声もねいっぱいあるんですよね。でまたいろんなその情報もねたくさんある時代なんですけども、情報がね多すぎるがゆえにね、非常に感覚的な話とか抽象的な話もいっぱいあって、その結果ねよくわからないっていうねお話になってる人もねたくさんいると思うんです。今日はねそんな意味で私のですねちょっとね、自分のね実践経験や得得したプロセスをね踏まえてね、お伝えしていきたいと思っておりますので、より身近なねお話になるかなと思いますので、是非最後までお聞きください。はい。さあということでですね、ちょっと丹田のお話なんですけども、まず早速ねいろいろ説明するのもいいんですけども、先に丹田を作りましょうということでですねちょっとねこのチャンネルは身体値もね大きなテーマなのでね、早速ね体でね味わうということをねちょっとやっていきたいと思います。すでに私は常に意識的に丹田は意識しているので、微弱と言いますかね、下丹田の感覚というのは常にあるんですけども、あえてねこういう時にしっかりと、そして微調整をするね、丹田を作る、練るということをやりたいと思いますね。ですね、じゃあこれは私流のやり方ね、腰をグッととしてですね、ビシッとこうね、これでバチバチバチッと今下丹田が充実したんです。でさらにここからちょっと微調整を加えます。ちゃんと正しい位置にちょうどねボーリングの球をストライクに入れるようにですね、正しい位置に微調整微調整微調整、そして手先とか足先までね末端にねしっかりこの丹田のエネルギーがビシッとこうねビュッとビュッとこううまくねしっかり伝わるようにですね微調整します。で頭の上も指先もそうしていくとですね、なんていうのかな、一言で言えばですね全身のですね柔らかさも出るし、何より絶対的に安定感が出るのね。不思議なねこの下半身の安定感といいますかね、例えばねこうピッてこうね片足立ちなんかはね非常にねこの丹田ができるとね、この片足立ちなんかもねすごく安定するんですよ。スポーツの世界とかね、なんかダンスの世界なんかもね片足をこう持ち上げるとかいっぱいこういうのありますけど、やっぱりねそういう人たちもみんな丹田ができてるんですね。丹田ができるとですね体の安定感、そしてなんだろうな、特に下半身のこの充実感っていうのがねありますね。硬いわけじゃないんですよ。ガチって鉄の塊みたいになってるんじゃなくて、見ての通りこうね柔らかいの。柔らかいっていうのはこの膝関節とか股関節がね非常にねこうね、なんていうのかな非常にこうクッション性が良くなる。だけどもじゃあちょっと押されたからといってこうおっとっとっとみたいにならずにね、いやってなってるから押さえてもはいってこうはいってこうなんかこうよし来いみたいなお相撲さんじゃないですけどね、よっしゃみたいなドシッって受け止めるようなねこういうね力強さみたいなのも出てくるんですね。なので下丹田っていうのはまずですねこのしっかりバシッとできるととにもかくにも体が安定します。だからそこを一つのバロメーター、うまくできているかどうかのバロメーターにしていただきたいんですね。下丹田ができているということは下半身の土台がガシッとなるので、結果的にそこに乗っかってる上半身ね、胴体ですね、上ですよね、も安定してくる。なので手先とかねもう力強くね動くようになる。まずここまでねいいですかね。はい、それでねちょっと先にねこういう丹田が練った時の感覚というか動きをちょっと見ていただきたいんですけども、丹田っていうのはね武術や気功の世界では一応3つにね分類してるんですよね。下丹田、今言ったねこのおへそのちょっと下ね聖火丹田とかねおへその下の丹田って言いますけどもね、ここが体。それに対してねもうちょっと上の方に胸のね真ん中胸骨があるんですけども、ちょうどこのね正中線があって、ちょうどね、両乳首の間なんていうふうにね説明する本もありますけどもね、大体この胸の真ん中、ここね中丹田なんて言い方しますね。で、ここはね心とか気持ちとか愛情といったねそういうね
そういった精神的な部分をね司る部分ですね。先ほどの下丹田は身体や肉体に対してね、こっちは心の気持ちだから、さっき言ったように下丹田が充実するとこう体が安定するんだけども、今度ね中丹田を安定させると気持ちや心ね、思いとかそういったものが安定するって言われてます。でもう一つ上丹田ね、上丹田でこのね目と目の両目の間のね眉間がありますよね。眉間のですね、ちょっと上の奥、つまり脳の中になりますけども、これは上丹田っていうんですね。上丹田はねものすごく抽象度の高い話の、例えばアイデアとか直感能力とかねインスピレーションといったそういったねある種の第六感みたいなものを司る。だからここがねすごく充実して安定すると新しいものを発見したりね、新しいアイデアが出たりとか、何かねこう芸術家とかねアーティストみたいな方なんかはまさにねこういうところが活性化してると思うんですけども、そういったねところを司るのが上丹田って言い方をするんですね。なのでそういったね認識をするとですね、下丹田が安定が身体、胸の周りが心や、愛情とかね精神的なもの、そして頭の中のねこの上丹田が直感的なものと覚えておくといいと思います。余談ですけどヨガの世界はこのね丹田を7つに分けるんですよね。さらに細かく分ける。こうもともと丹田というかこういう気候思想みたいなものもやっぱりこうヨガと影響は必ずどこかでねクロスしたり影響し合ってるものが絶対過去の歴史であると思うんでね、やっぱりお互い影響してると思うんですけども、ヨガはね本当に細かく分類しててね7つあるんですよ。頭の上からねちょうどこの頭の頭頂部ねてっぺん、ここはねサハスラーラチャクラっていうのかな。ここはね別に丹田とは言わないんだけど経絡とか経血っていう考えでは当然あるんですよね。100への壺ってね100の100が合うということで、いろんなものがね宇宙からねこう入ってきたり出たりするっていうねそういった壺があるんですけど、サハスラーラチャクラとかね。でこのね上丹田のことをねヨガの世界ではですねアジナーチャクラなんて言いますね。それから喉、呼吸とかねいろんなねこう思いとかを伝えるね呼吸の部分になりますけども、これねビッシュダチャクラで、胸の部分は、さっきの中丹田のところに重なりますけどもねアナハタチャクラで、お腹のねおへそのちょっと上がねマニプラチャクラで、この下丹田の方のねシュバリスターナチャクラで、一番最後この股の下になるんですけどねちょうどエインというツボがね経血の言い方ではあるんですけど、ここはねムーダラーナチャクラって言ってね大地の木が入ってくるなんて言うんですね。こんな風にねヨガの世界では7つに分けてて、どっちかっていうとねこう中華思想とか気候の世界では3つぐらいにやってますけど、どちらも一緒です。つまりいろんなねこの正中線に沿ってそういった、大事な中枢となる場所があるということなんですね。じゃあこの分類の考え方なんですけども簡単です。下に行くほど身体を司って上に行くほどなんていうのかな、霊的といいますか抽象度の高いものになる。さっきも言ったように上丹田はねインスピレーションとか直感とかそういう言い方をしますけど、まさにこの100への壺サハスラーラの一番てっぺんは頭頂部はですね、神とかね、宇宙とかねそういったもう超抽象度の高い世界を司るので、この辺がねパッと開いてる人はですね、例えば天文学とかねあるいは宗教学なんかやってる人はね一番いいかもしれませんけどもね。逆にこう下に落ちれば落ちるほど身体的なもの、フィジカルなものになって、なので真ん中あたりはねちょっと精神的なものとか思いとかねそういったところをね考えていただくといいかもしれません。じゃあ続いてねどちらからいこうかな。じゃあね下丹田を開発する方法をちょっと次に行きましょうか。ですね今私がねさりげなくパッとこう作ってビュッと丹田ビシッこうなるよ安定するよとかねこんな風になってバランス取れたりね充実するよっていう風に今言ったんですけど、この下丹田のビシッっていう感覚をどう作るかっていう話になります。でこれね結果的に言うと難しいっていう考え方一つあると同時に、一回分かっちゃえばこれかなっていう風に、得られるものなんですね。ちょうどね自転車に乗るとかスキーで滑るみたいな感覚にちょっと似てるところがあって、難しくて転んだりね、失敗したりいっぱいあるんだけども、一度分かって例えばスキーも一回滑れたらこれかなと思ってその感覚がね練習していくうちにだんだん上手くなる。
そういうのありますよね。それとね結構似てるところがあるんです。それで伝統的なやり方はこれまでも再三お伝えしている立前とか、思考も含めてねあるんですけども、今日はねちょっとね視点を変えてねお話ししたいと思うんですね。実はねどんなスポーツでもこの丹田を使っていないスポーツはねないっていうのが私の考え方なんです。もちろんこれをねどう捉えるかっていうのもあるんですけども、基本的にはですね全ての身体的な操作が熟練した人っていうのはどんな分野でも丹田を使ってる。だからスポーツも当然なんですけども、例えばその踊りダンスとかね、あるいは能とか狂言とか歌舞伎とかああいう動きもですね丹田を使わなきゃ絶対できないと思うんですね。よくこう能とかこうゆっくり歩きますよね、こうやって。とか狂言とかねこうやってこうなんてですかね、こうゆっくりこうねこういろんなね拍子に合わせながらやりますよね。歌舞伎なんかもこう歌舞伎うにゃーってこう歌舞伎ますよね、こうやってねでこうよみたいなのあるじゃないですかね。ああいうこうお箱でこう歌舞伎ねのね見栄を切るみたいな瞬間もありますけど、ああいう時のねビヤーって入ってるね歌舞伎役者の形とか、まさにねこう丹田がぐわーってこう炸裂してる状態。あるいは茶道なんかねお茶の湯の茶道の世界ですよね。ああいうものも非常に静かにやってるんですけども、凛とした佇まいの世界でピシッと体が姿勢ができてね、でお茶を立ててでいただく姿勢も全てですね実は特に上級者の方先生なんか当たり前ですけどもみんなこのね丹田でねしっかり操作してるんですよね。でね皆さんのやりやすいところからねスタートしていただきたいんですけど、例えばスポーツの経験のある方なんかは無意識なかもしれないけどもやってた可能性は十分にあるんですね。例えばね私はねバスケットボール、公式テニス、それからバレーボール、それからバドミントンみたいなスポーツをね経験してきたんですね。学生時代に部活動でやってきたりとか、仕事としてね教員の部活動の顧問としてねやったこともあるんですけどもね、例えばねバスケットボールなんかではですねディフェンスのね姿勢なんてあるんですよ。ディフェンスでバスケットボールやってた経験者の方はねご存知かもしれませんけどね、基本ねこうやってねこうやってねで、要するにこれはね相手目の前にボールを持ってるね相手チームのねドリブルしてくる人がいて、それでこう守るんですね、こうやってね。でこの前の手は相手のシュートを止めたりとかパスを止めたりでこの横の手はですね相手がドリブルしてくるねコースをねこううまくこう防ぐんですよ、こうやってね。なので相手のドリブラーがねこっちにね、抜けようとしたらこうやってハッハッこうやってやるんですね。で今度逆にこっちに来ようもんならこれをビュッとこうやってやるんですね。ビュッだからよくバスケのね本当にもう部活動とか入って1年生の子はですねこうやって練習するんですよ。ハッハッハッこうやってねやった経験あるかもしれませんけどね、こういう動きも実はですね丹田をビシッと腰を落としてはーって張ってでも相手がシュートしたらパッてこう止めるわけですよね。こういうのもね実はね無意識の状態だったと思うんですけど、実はですね丹田ができてなきゃこういう動きはスピーディーにはできないはずなんですね。バッてこうやってバッと止めるバッとねこんな風にね。あるいはねテニスなんかやった時もあってですね、テニスなんかはね相手がサーブバーンって速いの打ってくるでしょ。その時にねものすごく速いのを反応しなきゃいけないわけですね。その時にねこう構えてて相手が打つ瞬間にねスピリットステップって言って、ね、ちょっとジャンプする気持ちポンってでポンってジャンプしてこっちにボールが来たらスッと動いてパコーンって打つわけですね。で逆にこう反対側にね来た時はねパッて軽くジャンプしてねでこっち行ってバックハンドでバーンって打つ、こんな動きがあるんですけども、これもねこのスピリットステップってパッ相手が打つ瞬間ポンってジャンプしてパッパーンって打つ、パッてジャンプしてパーって打つ、これもね瞬間的にこの丹田をねパッ全部一瞬でビュッと集めて打つっていうね、多分ねこういうね動きのね原理になってると思いますね。こういうのをねあまりスポーツの世界ではね丹田なんて言う必要がないので言わないんですよ。なんていうのかな、練習の中で自然にできちゃうし、結果的にねそれは機能としてできればいい話なのでね。ただ武術とか気功の世界ではこのね気の流れ、つまり丹田が来るエネルギーを認識することがとても大切なので
その丹田とかそこから伝わる力、気の力みたいなことをですね非常にこうクローズアップしてね言ってるんですね。スポーツはやっぱりですねその気の流れがうんぬんかんぬんよりも要するに飛んできたサーブをですね打ち返す、いいコースに打ち返すとか、ね、バスケットボールだったら相手のドリブルを止めるっていうことが目的だから、それをできればいいだけの話なので、その内部のねその気の流れみたいなことを分析する必要ってそんなにないんですよね。それよりも実際の結果の方が大事で、なのでね目的のね違いっていうのは一つ大きいところであるんですけども、ただねスポーツの世界でもどんな世界でもやってます。なので皆さんも実はですねこのいきなりこの機構法のやり方とかその武術的なやり方にこだわらずにですね過去に経験した身体操作、スポーツでもいいです、習い事でもいいです、例えば水泳とかね書道とかね、さっき言った茶道とかね、なんかダンスでも何でもいいです。あるいはなんかアルバイトした時に引っ越し屋さんやってたとかでね、でこうなんか重いものを担ぐ時にその一番持ちやすいものってあるんですよね。私もその学生時代引っ越し屋さんやりましたけども、冷蔵庫とかねタンスがでかいもの大きいものを持たなきゃいけない時ってやっぱりね素人とか下手くそなんですよね。でもやっぱりこう引っ越し屋さんのうまい、ね、先輩とかね方なんかはですね腰をいわゆる入れてスッと一瞬で持ってっちゃう、パパパパパパなんかこう階段とかパパパパパって持ってっちゃう、あれもねやっぱりこう丹田をうまく使ってね、やってる証拠なんですね。そういったねご自身の過去のそういう何か特化してやっていた経験をですね加味してやるとですね、実はこの丹田をね開発する方法ってねとってもいいと思っております。さっき言ったようにバスケットボールもこうやってこうディフェンスするんですけども、当然立前と機構的な立前と一緒ではないんですけども、ただ実はですねこれでも私いいと思ってるんです。これでちゃんと丹田ができてて指先手先にね気が入ってて、でこう意識がしっかり広がっててね、これもある意味バスケットボール流の立前って言ってもいいかと思ってます。だこれを武術の鍛錬に取り入れればある意味こう丹田を練るね練習にもなるかもしれないし、さっき言ったこうテニスでサーブを待ってる時ラケット持っててどっちにもラケットが出せる、どっちもラケットが出せるから真ん中に持つんですよね、立ててね。でこう相手の意識にいわゆる上丹田から相手のサーブ打つ人にビューッと意識を向けて、でボールがどこに飛んでくるかのこの未来の予測までこうですね自分の気の世界で作ってですねシミュレーションしてるんですね。だからこうヒューってなってポンって丹田の中心に一点に集めてパッて出る。なのでこれもテニス流の立前かもしれない。気功法でね一自然っていうこういう立前があります。結構腰をねスタンス広めにとって腰を落として指先を立ててねこういう立前もあります。いろいろあるんですよ立前って。こういう立前もありますしね。だから実は形にとらわれずに自分自身がヒューってなってる、そして全方位にパッと動ける状態、そして身体が安定している状態ができた時におそらく丹田はですね形成されているはずなんですよね。そうじゃなかったらバッと瞬間的に動けなかったりバランスが安定して取れてないはずなのでそこを意識してですね何かご自身の過去の体験とかを思い出してやるとね効果的かなと思っております。はい、というわけでですねまずここまでがちょっと下丹田のですね開発のきっかけの話ですね。さあ続きましてですねそういうのをですねある種の自分自身の下丹田の感覚のきっかけを手がかりにそれを強くしていくんですね。その強くする時のね方法はいろいろありますけど、この立前がやっぱり基本的になりますね。こういうふうにただ立っていることで探っていくんですね。さっき言ったそのバスケットボールでもテニスでも別に野球でも何でもいいですよ、ゴルフでも何でもいいですけども、そういった感覚をここに収めてそこをね静かに維持して捉えていくんですね。そうするとねそのもともとねこれかなと思ってた自分のね過去の体験とこの姿勢が一致してきてですね明確になってきます。だんだんね。でもしそうなってくればもう締めたものでそれをねどんどん感覚を強くしていけば良いということになるんですね。さっきも言ったように丹田が開発されているということ、もってしまい丹田が収まったということは下半身や上半身が非常に安定感が出て無理なくバランスを取ったりとか無理なくなんかこう
体が動かせる、どこが今日体が軽いなとか、なんか肩軽いな、腰軽いな、手が軽いな、頭も軽いな、首も軽いなっていう時は大抵この丹田がうまくいってる時で、結果的にその時の姿勢っていうのはすごくいい姿勢、要するに丹田が備わってるからねだから昔の人はよく姿勢って言うんですけども、それは丹田を備わった時の姿勢であって、言い方を変えれば丹田を備えさせれば姿勢も良くなるよっていうお話になります。はい、さあそしたらですね、下丹田が備わってくると、私の考えではですね、中丹田上丹田も時間の問題で備わってきます。時間の問題で中丹田をどう開発するのっていうので、もちろんねこう胸を呼吸法を使ったりとかね、胸をこう柔らかくしてここをねぐにゃーっとして充実させたり、いろんなね鍛錬はあります。ぐにゃー、あるいはねこの眉間の中枢ね鍛錬するには、例えばこう座禅とか瞑想で意識の力でねこの中を活性化するっていう方法があるんです。でもちろんそれはね全然実践される方はしていただいて結構なんですけども、私のこれまでの経験では下丹田が正しい位置に備わってくるとですね、勝手にやっぱり状態も正しい位置をどっかで探し出すんですね。例えば下丹田がちゃんとできてるのに、なんか上丹田と中丹田がこんな風になってるってなかなかやりづらいんですよ。逆にここはしっかりしてるくせにこうとかねこれって逆に不自然で、こう下丹田がビシッてなるとなぜかね中丹田も上丹田もつられてねヒュッとこういい形になります。最初はそこまでじゃなくてもここを意識してればね自然になんかこう全体がなってくる。そうするとねおのずと中丹田のね位置といいますか感覚もね、それから上丹田のね感覚ってもね見えてくるんですよね。なので私はね実はこの丹田をね覚醒させる、あるいは充実させるためにはですね、上中も大事なんですけど、とにかくね下丹田をバチバチっと正しく、しかもその先ほど言ったようにボーリングのねがもうストライクを打つよぐらい正確な場所にちゃんと置くこと、それができればね中丹田もね上丹田もね正しく備わってきます。で結果的にそれがなればなるほど、先ほども言ったように中丹田は気持ちや心を司りますので、心や考え方も安定してくる。なんだろうな、寂しさとかそういう辛さみたいのが和らいで、逆になんかねこう慈愛の心じゃないけどおおらかな気持ちとかね、別にそれぐらいいいよとかこう許せる気持ちっていうのもあるし、なんか焦る気持ちがね、焦ってたものが焦んなくなったりとか、なんか不安だったものが別にそこまで考えなくていいかってこうある意味楽観的になれたりとかね、そういうふうにですねこう心がね楽になっていくっていうふうにね勝手になってきます。だから体がね安定すると心も安定するってね、そういうことになるんですよね。はい、もちろん上丹田も一緒です。なので結果的にこれを深めていけばある種のインスピレーションが生まれてきてね、だから超達人たちはねある意味こう神がかった話をしたり、あるいはそういう表現をするんですよね。合気道の開祖ね上芝森平沖縄もねこう合気は愛であるとかね、我宇宙なりとかねそういう言い方もねされますけども、別にそれは私当然というか、そういう超達人はどうしてもこう上の方に気がね覚醒されていきますので、さっきも言ったように上に行けば行くほど抽象度高くなってね、この頭のてっぺんなんか宇宙とか神っていうね部分を司りますので、逆に言うとそういうある種の哲学的な話とか宗教的な話とか宇宙的な話が出てきてないっていうことは、その上丹田あるいはさらにその上までまだ気が上がってないっていう証拠でもあるんです。そういうね抽象的な表現とかを嫌う方というかアレルギーがある方も結構武術の世界とかにはね論理的に考える方はいらっしゃるんですけども、ただおのずとそういう気が覚醒してくると気持ちがねいわゆるこう天文学者とかね宇宙物理学者になった気分でですね、こういわゆる宇宙の隅々までもこう興味を持ち始めちゃうんですよね。あるいは太古の歴史とか生命の起源とか宇宙の始まりとかね、そういうものをどうしてもですね抽象度が高くなって上丹田が覚醒してくると視野もバーって広がるので、身の回りのこの日常生活とか自分の生活空間だけじゃなくて遥か彼方の存在とか、時間も空間も超えてね、興味が出てきてしまう。それがゆえにね超達人やそういった方々はですね宇宙的な話をねやっぱしていくようになっていくんですよね。なので逆にそういうとこまで行って初めて私は本当に達人かなってどっか思いますし、
そこまでいかないっていうことはまだこの気がね上丹田に上りきってないっていう風な考え方もあります。はい。あくまでこれもね再三言ってる通り私のね体験から来るお話なのでね私の流の考え方と思っていただければいいかなと思いますけどもね。はい。さあそこまでいったらですね続いてね何をお話ししようかなっていうところなんですけども丹田のですね一言では鍛え方といいますかこれのねなんだろう開発法になりますね。でとにかくね、一番大事なのはもちろん武術的な鍛錬ではですねこの丹田をね強化する方法はいくつかあって、私のね、専門的にやってる大統領合気柔術の世界では例えばこの上げて合気上げ鍛錬法でね相手に掴んでもらった腕をこうグーッと上げる、ね、こういう鍛錬をすることで活性化するあるいはねこう剣を振るとかねあるいは四股を踏むとかねこういうやり方はあるんです。でもね面白いやり方っていうか面白いやり方というかですねもう一つ大事な武術のね丹田の開発法の一つにね技を受けるってのがあるんですよね。自分だけが技をかけててもやっぱりね強くならない。相手の技をね受けるんですよね。例えばこう有名なこう代表的な小手返しとかねこう手をひねるっていう技があるんですけどもこれをね相手にかけてもらってそれをねいい意味で耐えるんですよね。痛いですよ最初ねグーってあたたたた手が折れるよ、ね、ポキッていっちゃうよって思いながらでもそれをね、うまくね丹田の力でねこうやってるうちにですね丹田で耐えられるようになってくるんですね。相手がグーって力入れる、ね、どこでもいいですこういう技でもねこういう技でもこういう技でも何でもいいですけどとにかくやってもらうでこっちは自分は痛いんだけどもそれねグーってねうまく丹田で耐えてるとですね丹田が強くなるんですよね。そうするとねだんだんね技というのも中途半端な技は効かなくなってくる。効かなくなってくるっていうのは腕ももちろん強くなるんですけども結果的にこの丹田から来るエネルギー全体でね受け止めてるって言い方もあるんですね。なので全身が強くなる。言い方を変えればもう丹田がね練れてるっていう状態になるんですね。練るっていう考え方ね先ほどもお伝えしたかもしれませんけどもこの丹田のエネルギーをですね端々に伝えるっていう考え方なんです。丹田のエネルギーがあるだけだとこれ収まってるだけだとここにね力はあるけども外側に仕事は何らすることはないんですよね。このエネルギーを末端にこう伝えてこそ初めてね何か活用が始まるんですよね。なのでそのね丹田のエネルギーを外側にギューって伝えてくることをですね気功的な練習やあるいは修復武術の世界ではねよく言いますこれ練るっていうんですね。練るっていう言葉はですね非常に感覚的なので単純な筋トレとかそういう意味ではなくてですね体の中を練るっていうね独特の言い回しが特に中国武術の世界なんかではあります。ただ私の考えている定義は一番根本、基本となる定義はいわゆるこの丹田のエネルギーを末端にギューって伝える。言い方を変えれば丹田の気を例えば腕だったら腕にギューって伝える。この気の流れを開発して強化していくことが練るっていうね言葉の定義に私は考えてるんですね。だからもちろん初心者だったら練れてて多少の気は流れてるかもしれないけどまだ十分じゃないね。逆に達人になるとほとんど動かさないんだけどビューって体が練れてるので瞬間的に気がね流れる。つまりその気が流れるっていうのは丹田からのエネルギーが十分にね外側に出るっていうね発想になります。この練るっていう発想はねとっても大切で単純にただ丹田ができたからといってねいきなりインスタントにねパッとね何かすごい技ができたりとか一気に体がね楽になるってなかなかそう簡単ではないんですよ。丹田ができてそれをねこう練って全身にこう伝えていった時に初めてそういう現象が起きる。だから私が最初にちょっと下丹田を作った時にまずここでギュッて丹田を作る、ね、そしてこの丹田をビュッビシッ今両手も回したしこっちをグンって持ってったのね。首のグンってで足もバンって持ってくる。もう一回やりますね。これを丹田をまずここに意識を集中して下丹田にグッとこう入れてでこのエネルギーを両手両足四肢末端に、もう一回ビシッこうやってねビュッビュッってこうやってでこう末端に伝えてその伝えた状態を維持したり崩さないままうまくさらにこう指先足先全身そしてさっき言ったように X 軸 Y 軸、ね、全体にこう広がるようにねブワーってこうねなっていくのがこの練るっていう感じになります。練る
なのでまあいろんなね、さっき言ったように丹田をこう開発したらですね、これねギューってね練ってくまあこの練り方がさっきねこう技を受けるっていうのももちろん一つの大事な方法だし、剣を振るっていうのもありますし、四股を踏むっていうのもありますね。はい、こんな感じでちょっと練るってことを覚えておいてください。さあそれでねじゃあそろそろもう最後というかね開発法の最後に行きたいと思うんですけども、まあ今ねいろいろとこう丹田の説明や動きかもしたんですけども、ちょっと順番が支離滅裂だったのでねなんかこう分かりづらいかもしれませんけどね、せっかくいい季節なのでこのね丹田を比較的楽に、開発して、で進歩させるっていうことをねちょっとお話ししたいと思います。それはね歩くっていう話ですね。この歩くっていうのは実はすごくこの丹田形成にはとっても大切で、走るももちろん大事なんですけど、私はね開発する上ではねこの歩くっていうのはとてもいいと思ってるんですね。で、方法はすごく簡単で、丹田を意識しながら歩くっていうことですね。まあ最初はね何らかの形で丹田を意識していただいて、丹田をギュッてね、そしたらですねこの丹田を意識を切らずに歩いてほしいんですね。何も考えずに動いてしまうとやっぱり姿勢も崩れるとかバランスも崩れてこうなんだろう、普通に歩いてしまうとね丹田でやっぱ崩れやすいんですよね。特にまだまだ未開発の方なんかはもう一瞬でわけわかんなくなるで大切なのは、例えばこういう姿勢でさっき言ったバスケットボールでもいいです、テニスでもいいです、野球やってる人は野球でもいいです、何でもいいです。とにかく丹田ができた。野球なんかいいかもしれないですね。こう野球ギュッてこうね、松井秀喜選手じゃ、引退しちゃったからあれですけど、でこうやってバッターボックス入った時に左打ちかまあいいやってこうギュッギュッってこうやりますよね、松井選手ね。これなんかも丹田をねうまく合わせてる感じ。イチロー選手なんかねこうやっていわゆるこういうポーズ、イチローポーズありますけどもね、これもビシッってやってこう丹田のエネルギーを全身にみなぎらせてねやってるっていうことで、あれは非常に意味深いものなんですよね。ああやってビシッってなって丹田ができた状態を作ったら、それを維持してうまく歩いてくださいね。うまく歩く。例えばこれをねずらさないまま、ちょっとあまり深い余計なことを言わずに意識しただけでいいです。ちょっと例えばこんな歩き方しますよ。こうやって丹田最初こんなぎこちない歩き方でもいいです。こうやってぎこちなくね、ぎこちなくでも意識してるから自分の感覚では丹田があるんです。こうやってね、丹田がある。だんだんそれをねうまくね意識はしてるけど少しずつ自然な歩き方にこうしていく。こんな風にやっていくとですね、一言で言えば丹田歩法あるいは丹田歩行になりますね。丹田歩行はですね、コツとしてはあまり腰をねこの上下させないというよりも、そもそも丹田を意識してたら腰は上下できないんですよね。そっとよくこのお相撲さんがこうやってねこういう稽古ありますよね。これなんかもまさにこうこうやってねこうやってありますけどね、これはまさにこう丹田がねぐっと収まったままね移動する方法だし、例えば私のやっている大東流合気柔術ではこの丹田のできた状態を意識して崩さないまま、これを体さばきっていうね、こうやってこれね動かさないっていうか、その丹田の意識ができた状態のままやって安定した状態のままスッねスッ、まあ別にこうどういう動きでもねスッ、まあこれねスッこういうふうになるんですけどもね、要するに丹田を意識して丹田を壊さないように動くということは上下しないことになるんです、結果的に。なので例えばさっき言った歌舞伎とか能のこういう動きとかね、こういう動きとかね、あるいはそのお茶のお手前とかね、お茶をこう持つ時ね、こうお茶は当然こう上下したらお茶こぼれちゃうので、上下させないためにも丹田歩法しかないわけですね。スス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 ね、あってね、お茶組人形もそうですけど、あってね、ススススススっていうふうにね、必然的になる。でこの動きが、この歩き方がですねぜひですね日常的にねやってほしいんですね。そうするとですね、歩く習慣が普通の歩行から丹田歩行に変わっていくんですよ。これいいと思いません？つまり歩いてれば日常生活の鍛錬になるんですよ無意識のレベルにさらになれば歩くだけで
丹田がどんどん鍛えられる、ね、丹田がどんどん意識される、ね、自然にススススススでね、極端な話やっぱりね上達というかね達人の方たちはねみんなこれやってるんですね。もう日常的な世界で日々常時丹田で歩行したり動いたりすることでですねここが常に維持される。だからなんかいざって時何かあった時も丹田が生きてるのでパッと動けるわけですね。なんかまずい状況とか反応しなきゃいけない時にパッと動ける。これは丹田ができてるから、さっきも言ったように身体が安定してるからね、いきなりバーンって押されても多少こう崩れるかもしれないけど丹田がビシッとしてればね吹っ飛ばされることはないと。押されてもちょっとグッて崩れるぐらいでもすぐ戻せるっていうこういうね非常に力強い動きなんですね。なのでこれ、ね、丹田、頬ねこう日常的にねこう常に意識してやってほしいんですね。でじゃあ最後にですねこのね意識してやるっていう練習方法のコツをねお伝えしたいと思います。これどんなこともそうなんですけども、いきなりこれをね全部完璧にやろうと思うと大体失敗するんですよね。一日中あるいはもうこれからの生活全部この丹田方法だとか言うとですね、最初はいいですよ。その気になった時はね最初の1日2日ね。でもねやっぱりね人間ってねいろいろねやんなきゃいけないこととか状況とか体の疲れとかもあるし、あるいはねいっぱい荷物持ってる時とかもいっぱいあるわけですよね。例えばね大きな荷物持ってなんか両手に荷物持って雨が降ってきて傘もささなきゃって中で丹田方法ってなかなかこう上級者にならなかったら難しいかもしれませんよね。なのでいきなり全部やろうと思うと失敗するんですよね。なのでね私の考えとしてはねこういう感じです。もう1日10分今スマホとかでストップウォッチで測れるでしょ、アラームでね10分とかね入れてですね10分経ったらなんかベルが鳴るように設定してその時間だけは丹田歩法をとにかくする。あるいはねなんか通勤通学なんかある人いるかもしれませんけども、例えばある道があってね歩くと10分ぐらいとかね、15分20分でもいいですけどもね、その道だけは丹田歩法に特化しようというふうに決めとくんです。そうするとね一日のうちそこだけはやるから、そうするとねやっぱ習慣化するんですよ。こういうね丹田感覚ってね習慣化がものすごく大事で、毎日やってるがゆえに無意識になってもできるようになるんですね。無意識の状態でもやりたいっていうものはですね、無意識の状態でも何かをやり続けたいと思ったらですね完全なる習慣化で、その時間はね私の理論では決して長くなくていいです。極端には5分でもいいと思う。5分というよりも1日1回丹田歩行を意識したという事実があればいいと思ってるんです。これはね別にこの丹田とか気功とか武術の話だけじゃなくてあらゆる学ぶ世界勉強法とかでも一緒です。例えば受験生だったら数学とか英語とか勉強するんだけども、それもね全く同じ原理なんですよね。5分極端に1分でもいいからなんか数学の問題を1個意識するとか覚えた公式をもう一回その瞬間思い出すとか、英単語でもですね1日1個でも英語の単語を覚える。そうすると要するに自分がいつもそういう例えば英語だったら英語、数学だったら数学につながってるんですよ。毎日1分でもつながってる。このねつながってるっていう感覚がですね、気の世界で言えば同調作用を起こすし、いわゆる愛気をしてるっていう状態なんですね。気が合ってる、気がつながってる、そういう学びたい対象物をね、そうするとねほっといてもその気のつながりが途切れないのでおのずと太くなっていくんですよ。だから気づいた時には最初1分でやってきたことが5分でも苦にならないで、5分でやってきたことが10分15分30分でも苦にならない。そのうちもう無意識のうちになんか毎日見るようになっちゃうっていうのですね。ちょっと話ずれるかもしれませんけど、例えば YouTube とか、まさに YouTube ですけどもね、こういうある種の SNS 中毒ありますよね。今なかなかこういう SNS の時代がゆえの課題、これもねある意味習慣化しちゃってるから中毒になっちゃうんですよね。別に何か見たくて目的で見てるわけじゃない、スマホもね。でも毎日見てるとそれが習慣化して、つまり同調作用、愛気しちゃってるんですね。それがゆえになんか無意識に見ちゃってるでしょ。別に見る気はないのにこれってすごくないですか。無意識にやっちゃってる。これをある意味この丹田歩行に習慣化しちゃえばいいんです。なんか意識してないんだけど勝手にこれやっちゃってる、勝手に動いちゃってるね。こういう状態ね作ることはねとってもね大切なんですね。何かを学ぶって意味ではね。だからよくゴルフなんかやってる人は
全然関係ない通勤時間に傘とか持ってたら、なんかこう電車待ってる間になんか傘でこんな風に無意識にゴルフの練習しちゃいますよね。あれです、あれあれ。だから人間って習慣化したものっていうのは無意識に勝手にやってる状態で、このね丹田をぜひですね、無意識なレベルでもそういう風になんかいつの間にかやってる。で完全に無意識にならなくても、あ、そうそう、そういえばこれだなとか、あ、そうそうこれだなとか、あ、そうそうこれだなとかですね、これ1日5分でもいいから、そういうですね習慣をですね持つと、日常生活が全部この丹田で動くことになります。最後だからもうそこから先は丹田とかうんぬんかんぬん言わなくていいんです。こんな気がうんぬんかんぬんとかじゃなくて、この動きをただただ正確に練習していく、より効率的に、よりなんだろう、パワフルに出る、そういう練習にとって変わってくる。なのでそこまでいっちゃうことは大事ですよね。無意識だけどそういうふうな状態になったら、もうあとは何かをどんどん現実的な効果活用として高めていくっていうことにシフトされますので、裏を返すとそこに行くまでがね最大のね、課題であるし、頑張んなきゃいけないことかなと思っております。はい、というわけでですね、ちょっとね私のこの自分自身のね体験を通してねお話ししてたので、話があっちこっちゃ行ってですね、ちょっと逆に分かりづらいところもあったかもしれないんですけども、とにかくね丹田をこう意識してね、理論もそうなんですけどもね、ご自身の感覚を大切にしてください。その大切にした感覚に、いわゆる教科書的なね気候あったら気候、ブーツならブーツのやり方をうまく組み合わせることでより効果的に開発されます。もっと言ってしまうとね、やっぱりね自分自身のどっかのねやり方をねうまく融合させないとねうまくできない世界なんじゃないかなと思ってるんですよね。これはね立前とかこの丹田の話に限らず、この身体値っていう世界は自分のどこか子供の時、小さい時に培った身体の感覚とその言われた内容をうまく融合させる力がないとなかなか本来の身体値にならないんですよね。逆に成功した人ってうまく自分のその経験とか過去のね何かそれこそ子供時代に遊んだ経験とか木登りした経験でも何でもいいですけども、そういうものとねドッキングさせてるんですよ。それでね理解してる。だからねむしろそれをね我流という考え方に一歩間違えたらなりやすいっていう考えもあるんですけど、私はそれはねいいと思ってます。ぜひご自身の、私とね見てる皆さんは絶対にこれまでの生きてきた人生の中で体験が絶対違うわけですから、完全にすり合わせることは不可能なんですよね。それがゆえにそれぞれのご自身の持ってる身体経験を総動員にして、うまくそこにね得た情報を融合してみてください。そして自分なりの丹田の練り方の方法論をね築いていく。これがね多分一番いいことかなと私は思っておりますので、そんなことをね是非意識してやっていただけたらと思います。はい、というわけでね今日はね、長時間になりましたけどね、この丹田の、ある種の全貌言えたのかな分かりませんけどもね、広い世界の話をねちょっとさせていただきました。とにかくこの丹田ができると健康にもなるし、何より自分自身がねさっきも言ったように体も心もインスピレーションも全部がねバチバチバチっと安定してエネルギッシュにね、そして心豊かにね、毎日送れますので、これをね手に入れない、理由はない。ぜひね身につけていただきたいと思いますので、こちらの動画をね参考にしてやっていただけたら大変幸いです。はい、ということでね今日はね長時間になり失礼しました。丹田のトータルのね、お話ということでした。ぜひ、内容良ければいいねとかねチャンネル登録もお願いできればと思います。はい、ではまたね次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。はい、さよなら。